皆さんこんにちは。この日は2月14日、バレンタインです。でもここではお祭りの日です。このお祭りで私と友人は物をいろいろ買います。買い物の表現が勉強できますよ。シャドーイングの練習にも使ってみてください。こういうお祭りのお店を屋台と言います。このお祭りではいつも屋台が出ます。保育園の子たちがいますよ。保育園の子たちはこういう帽子をかぶっています。このお祭りは毎年2月13日のお昼の12時から2月14日のお昼までやっています。小学生、中学生、高校生などは13日の夜行きます。昼に来る人たちは仕事や学校がない人たちですね。ここは道の上に廊下がありますね。面白いですね。お寺に着きました。今日のお祭りはここのお寺のお祭りです。入り口の門は2階建てです。カラフルな布が見えますね。入り口には警察の人がいます。ここは階段が多いので大変です。目の前がお参りする場所です。こちらの列に並びます。この赤いもの、のぼりと言います。のぼりがたくさん立っています。ここに古いお札はこちらへと書いてあります。お寺や神社で買ったものは1年経ったらこういうところに持ってきます。そして新しいのを買います。この日はとてもいい天気でした。富士山がきれいに見えました。1年に1回ですか1年に1回、しかもいつもお堂の中に入ってるだけで、ここまで出てきてるのもこの2日間だけ。そういうお祭りなんです。ちょっとよく見えませんが、赤いものの後ろにお地蔵様がいます。そして赤いものの中にもう一体のお地蔵様がいます。赤い方のお地蔵様は1年に1回しかここに出さないんだそうです。聞こえているのはきっ
とお祈りの声と音です。この赤と白の紐、これが奥のお地蔵様につながっています。お願い事がお地蔵様に届くようになっています。ここはお守りなどを売っている場所です。お守りというのは悪いことなどから私たちを守ってくれるものです。いろいろな種類があります。紙みたいのはお札と言います。お願いします。焼肉これですか3200円です。お札袋一緒でいいですか？はい。ピンクのあれを買った。ここから入り口の門の2階が見えますね。ここに鐘があります。今からおみくじを引きます。おみくじはその年運がいいか悪いかを占うものです。すみません、おみくじをやりたい。おみくじどうぞ。はい。よく振ってね、逆さにすると出ますから。はい。2回一回。?1回。はい。なんかねこうやって。こうやってますからね。はい、ありがとうございます。じゃあ、ドキドキ。おみくじですか。出てきた出てきた。こご主人で。れ自分取ってやっていいですか？はい。あれなんだ。1が出た？これこち一らだのお金った。のほら、外国でお金の神ほら、おめでとうございます。こっちは役を大体1だぜ。すごい。あ300円ですりがとうございます。 1が好きだね。かっこいいなんか一番。やったぜ。大吉が出ました。しかも一番の大吉は本当にいいと思います。また来た道を帰ります。ここは唐辛子の屋台です。ここはだるまを売っています。これおいくらぐらい？どれですか。このちっちゃい。それがね、1500、600円、あ、これが800円、1000円、1500円。ちっちゃいは小さいという意味です。話すときによく使います。そうですね。どうしよう。でもこれが1000円ですよね。こそうです。れね。はい。じゃそれからああんまりケチケチしないで。1000円十分ケチってるけど。でなんですけそうでね、2人いるんですよね。2人いる場合は色で喧嘩する可能性があるから、同じ色がいい。そうすると赤は1個しかないかど。ら。あります。ありますか？じゃあやっぱり赤が。赤はおめでたい、つまりいいことが起こりそうな色です。息子2人が来年それぞれ高校と大学を受けるので買います。これはだるまと言います。目がないですよね。お願い事をしながら一つ目を描いて、そのお願いがうまくいったらもう一つの目を描きます。じゃあこのはい、2つ。ありがとうございます。はいはい。
2000円になりまはいす。ありがとうございます。じゃあ5000円で。お願いします。は3000円。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これは唐揚げの屋台です。もう終わってますね。左手は工事中です。旅館を建てているみたいです。この道がある場所は湯村温泉という観光地です。古い旅館がいくつもあります。でも古いので、今この通りをきれいにする計画が進んでいます。素敵な観光地になりそうで楽しみです。大判焼きの屋台がありました。こんにちは。はい。粒あん3つください。はい。はい、じゃあ450円です。はい。はい、どうぞ。はい。はい、じゃあ600円のお返しです。はい、ありがとうございます。大判焼きは小麦粉のお菓子です。甘いです。あの階段は何でしょうか。温泉の神様の神社みたいです。これは鳥居と言います。鳥居があるのは大体神社です。つまり神社の門が鳥居です。長い階段ですね。大きい木ですね。ここからさっきの道が見えました。向こうの山は雪がありますね。雰囲気のいい神社でした。この道は私がよく行く山につながっているそうです。いつか歩いてみたいと思います。さっきの通りに戻ってきました。10円パンのお店があります。10円パンは500円です。10円玉の模様をしています。このケバブ屋さんは毎年このお祭りで見ます。コフタは初めて見ました。食べてみることにします。じゃあコフタコフタも追加で。ソースいろいろ出ます。一つ、はい。じゃはい、1000円はどうぞ。あ、はい。 300円の返しですね。ありがとうございます。また保育園の子たちがいます。ありがとうって言いましたね。ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。買えました。では、友人とコーヒーを飲んでから帰ります。
あ、今日はお店は入れない。わかりました。はい。クーポンお使いになってください。ありがとうございます。危険がないのでいつでもお使いになってくださいませ。はいはいありがとうございます。よろしくお願いいたします。お待ちしております。残念。ね。行きたかったカフェはこの日やっていませんでした。なので別のカフェに行きました。こんにちは。コーヒーはありますか？あ、すいません。あ、はい。いろいろある。本当だ。わ、美味しそう。どうしようかな。じゃあ私カフェモカを、ホットで M でお願いします。はい、以上で。あ、はい。じゃあこれでお願いします。はい。はい、ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます。私も同じで、ホットのモカに M。M は M と言います。L は L。M や L では通じません。家に帰った後、バレンタインデーなので生チョコを作りました。でも切って生クリームを入れて溶かして固めるだけなので作ると言えない気もします。でも美味しかったのでよかったです。だるまに目を入れながら今日の動画を終わりにします。ぜひ感想をコメントで教えてください。皆さんのコメント全部読んでいます。いつも嬉しい気分になります。今日もコメントを一つ紹介します。イリーナさんからです。Thanks a lot. It's exactly what I was looking for. The combination of pitch accent and sentence intonation. Thank you, Irina san. I'm glad you found it helpful. For those of you who are also interested in pronunciation, rhythm, pitch, accent, and intonation, I have several videos on these topics on my channel, so be sure to check them out. Of course, these videos only cover the basics. If you'd like to learn more in depth and improve how you sound, my subscription course is a great option. Not only will you gain a deeper understanding, but you'll also be able to refine your pronunciation through the course. Plus, yearly subscription members have access to one-on-one lessons. I hope to see you there. Thank you for watching until the end. If you enjoyed this video, please like, share it with your friends, and subscribe to my channel. また次の動画でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。またね。